皆さんこんにちは。あまりおしゃべり動画を撮らないので、今日は皆さんとお話しする気分で Get Ready with Me を撮ってみたいと思います。今日の動画は一部アナルイサがスポンサーしてくださっています。ありがとうございます。アナルイサといえば、以前私がシスターフットの証に皆さんに提案したところ、たくさんの方が購入してお写真を送ってくださったり、購入したよっていうメッセージを送ってくださったりしました。お写真を送ってくださった方は、固定のストーリーのマイバタフライっていうタイトルのところに載ってるので、ぜひご覧ください。お会いしたことがなくても、こうやって心のシスター輪っかが広がって手をつないでくださる方が増えたことが本当にありがたくて嬉しいです。ネックレスを見た時に、大丈夫、あなたは愛されてるんだよって、頑張ろう、自分を大切にしようって、みんなで持っている自分への約束のように思ってくださっていたら嬉しいです。アナルイサは会社自体のコンセプトがとっても素敵です。今回は嬉しいことに1年間スポンサーシップを組んで、そんなアナルイサを応援しながら皆さんに可愛いアクセサリーの魅力を伝えていけることになりました。サステイナビリティっていうのをすごく大切に考えていて、ご存知の通り環境、社会、経済の面で次の世代のニーズを損なわずに今の世代のニーズを満たす。地球をたくさん削って廃棄物を出してしまうゴールドマイニングとかダイヤモンドマイニングとかを一切していない会社です。現在あるもので必要以上の生産をしない。購入された方はご存知かもしれないんですけど、一緒に来る箱もリサイクルの素材で作られていて、一緒に来るケースも環境に優しい素材で作られています。とても可愛いです。どこで作られているか、誰が作っているかっていうのも全部消費者に開示してあります。もう環境にそうやって配慮しながらも、これもゴールドなんですけど、クオリティはとってもいいです。デザインもとってもミニマルでシンプルで高級感があります。前回ご紹介したネックレスももちろん愛用してるんですけど、今回送ってくださったネックレスもすっごく可愛いんですよ。今日つけているこのリングもアナルイサのものなんですけど、アナルイサのネックレスって一つで単独でつけても可愛いんですけど、レイヤーリングして重ねてつけてもすごく可愛いです。いくつか購入してこうやってセットでつけてみたり、アレンジを変えてみたりして毎日違う雰囲気を楽しむっていうのもアナルイサの魅力だと思います。そして今月はなんとブラックフライデーのセールで 20% から 60% のセールになります。こんなに大きい割引になることはあまりないので、ぜひこの機会に大切な方とかご自身のギフトにご購入されてみてください。購入された方はお写真を送ってくださったらシスターフット記録に入れさせていただきたいと思います。そして最後に、皆さんが購入されたことによって私にお金が入ってくることは一切ありませんのでご承知おきください。それでは Get Ready with Me というよりかは私の最近のメイク始めたいと思います。それではメイクをしながらお話しするの大変そうですね。話しながら変な顔してたら申し訳ありません。まだ変な顔はしてません。すっぴんなだけです。スキンケアをもう終わった状態から始めます。日焼け止めに塗ってるんですけど、これだけ塗ってもピンクのツヤが出て肌がツルンってなります。クッションは薄く色をつけるくらいにしたいので、一回ポンとだけしてからちょっと落として顔に。コンシーラーもハンスキンのものです。スキンケアクリームみたいに水分があって浮かないのでおすすめです。この間お母さんと電話をしていて、撮って生きてるだけで誰かに迷惑をかけてることもあるんだよねって話をしました。実際に会ったり接したりしているわけじゃなくてもねって話をしていて、日本の社会だと人に迷惑をかけるなって教えられるんだそうです。でもインドかな、どこかの国では人には迷惑をかけて生きてるんだから他人のことも許しなさいって教えられるんだそうです。なるほどなーって思いました。色だけ整えたらコンシーラーを手に出して薄く伸ばして今を消します。笑顔な人もやっぱりその人はその人で大変なことがあるわけだし、人間だから私が辛い時に私の痛みとかを
悲しみを 100% 理解してもらうことはできないように、私もその人の辛さとか気持ちを 100% 理解してあげれるわけじゃないから、なるべく人には優しく、救ってあげることはできないかもしれないけど、冷たい世界にも温かい場所はあるんだなってもしかしたら思ってもらえるかもしれないから、次はこれをたこ焼きにちょんちょんってやって伸ばします。肌にいい成分が入ってるのですごい馴染みます。色もね全然落ちないんですよ。たこ焼きのところにのせて、なるべく真ん中に伸ばしてって、鼻にもちょっとだけ。これはブルベ系のシェーディングスティックです。ここ、顎、横、スポンジでします。鼻は筆で伸ばしてピースパウダーをします。なぜかトラベル用しか見つからないんですけど、これは肌がサラサラにもなるんですけど、ツヤツヤにもしてくれる魔法です。高い魔法です。私が今まで使ったパウダーの中でダントツのツヤ肌になります。アイシャドウはペリペラのこれを使います。コーラル系の色をおすすめしてくださった方がいらっしゃったんですけど、売り切れで買えなかったので、私は2番のピンク系の色を使います。一番上の色をベースにします。人に優しく自分に厳しくっていうのが理想ですけど、私は自分に全然厳しくできてない方なんです。むしろどれだけ楽に生きるかっていうのを大切に考えている方です。楽にというよりかはスマートに、より効率的に。でもやっぱりつかみに行かないといけない時ってあるじゃないですか。よく水泳をしてた時もコーチに、これが目標なんだろう、だったら辛くてもつかみに行けよってよく言われてました。次は真ん中の色を目の周りに塗ります。次に一番下の濃い色で二重のラインを強調しながら、目尻と目頭に伸ばしていきます。同じ色で目尻に垂れ目のラインを描いて、涙袋もこれで描いていきます。こんな感じ。苦労は買ってでもしろっていうのは、苦労は経験になるから自ら進んで、大変だな、面倒だなって思うことをやりなさいっていうことなんですけど、ある日思ったんです。私の隣にいる人、あるいは友人がこんな計画があるんだよねって言ったら、多分私はいいねいいねやってみなよって言うと思うんです。でもいざ自分のこととなると、リスクを考えたり失敗を考えたりもじもじしたりして、でもさっきみたいに人のことならリスクよりいい結果がたくさん見えるから、もうやってみなよ、応援するよって言えるんです。だから私は何かに踏みとどまってたり怖がってる時は、自分の気持ちから幽体離脱するようにしてます。なぜなら自分自身が他人だったらやってみなって言えるから。もう何でもかんでも考えなく挑んでいくっていうわけではなくて、乗り越えたら学べる、強くなるって、成長するって分かってるのに苦手なこと、やってみたいのに今までと違った経験とか環境に勇気が出ないことに幽体離脱して自分の背中を押すんです。自分が自分の中にいる限り世界は自分だから、言い方ちょっとあれですけど、世界を離れてみると失敗なんてどうでもよくなります。自分の失敗は記憶に残る大事故だけど、外の世界にとってはなんてことない擦り傷なことの方が実は多くて、本当に小さいことからでいいんです。私が例えば大学のクラスで先生がこれについてなんか意見出してくれる人がいるって言った時に、 UCLA のクラスって大人数制なので一つのクラスが結構たくさん人がいるんですけど、
私にとってそんな大人数の中で手を挙げて意見を言うなんてすごくちょっと勇気のいること、恥ずかしいわけです。でももしここで強制的に誰かに手を挙げさせられたら、強制的に当てられたりとかしたら、私は何かを発言しないといけないじゃないですか。言い方を変えるとできるわけですよ。そこで気持ち自分から幽体離脱して自分に手を挙げさせて意見を述べました。私はただ座って授業の時間をやり過ごすためにここに来たわけじゃないでしょって、苦手だと思ってることはやってみないと克服できないでしょ、そうやって自分に言い聞かせながら、結果その意見がいい意見だって言ってもらえたり、そこから話がどんどん広がっていったり、それをしたことで私の勇気になりました。何回かそれを繰り返していくと、私自身が苦手を自然に克服して成長します。例なのですごく大したことなくて申し訳ないんですけど、本当にこういう笑ってしまうようなことも積み重ねていくうちに大きな成長になるなって思います。水泳のコーチじゃないですけど、こういう時に掴みに行けるか、自分が達成したいことがあるのであれば掴みに行く。説明ができてなかったんですけど、この茶色のペンで粘膜をここからここまでアイライン粘膜を引いて、目尻だけこの黒いライナーで描きました。真ん中の色でちょっとぼかして、このキラキラがすごい綺麗で、このパレットすごいいいです。お気に入りです。目の下にキラキラ、眉毛を描きます。ロム&の細いやつで整えてあげて、眉尻の後ろの方はしっかりこうやって形を描いてあげて、ここの方は見えるかな、こんな感じです。リップなんですけど、最近すごいハマってる組み合わせがあって、この色が単独でもよく使います。すごい可愛いピンクなんです。ペリペラの2番、元の2番、この2つを一緒にグラデーションしていきます。すごい可愛いんですよ。何かに踏みとどまったり勇気が出ないときは幽体離脱して自分に言い聞かせてみます。他人だったら失敗は恐れるなって言うでしょって、言えるでしょって、今日があなたの最後の日だったらやらなかったことに後悔するでしょって、オーバー気味に書いて一回パッてしてから真ん中にポンポンポンってして、ちょっとなじませて、もっと上手な考え方はたくさんあると思うんですけど、何かを始められずにいる躊躇かもしれない、何かをやめる勇気がないのかもしれない、もしくは何かを避けて通る勇気がないかもしれない、そういう今勇気が必要な方がいらっしゃったら私は応援したいです。大丈夫かな、これメイクの動画なのにすごい喋ってるから。次にハイライターなんですけど、アイシャドウパレットを使っていきます。パレット自体はもう売ってないんですけど、この色は売ってると思います。アナスタシア・ビバリーヒルズのベルミアっていう色なんですけど、すごいなんか穴が開いてるじゅんさんのご友人の元彼女さんが私にプレゼントしてくれたもので、すごい大事に使ってます。すごいんですよ、これが。アイシャドウなんですけどハイライターに最高なんです。見てください。キラキラ。鼻筋に
のこの色をちょっとだけ取って鼻にちょんちょんちょんってします。ちょっとだけチークとつなげたりとかするとより自然です。チークもリップみたいにグラデーションをしてポワンと見せます。ペリペラマスカラ。ちゃちゃちゃ。ロロロロロ。クラリンスのレッドベリー。真ん中にだけ。で、完成です。私本読むのあんまり好きじゃなくてむしろ嫌いなんですけど、このお話とか印象に残る言葉は本みたいにすごくよく記憶に留めていて、こんなことを言ってる方がいました。 Take yourself out of your comfort zone. Do not live in your bubble. Success is not a comfortable procedure. It is very uncomfortable thing to attempt. So you gotta get comfortable being uncomfortable. 一歩ずつ頑張れって思って生きています。私も皆さんに目標とか夢があれば、どんな小さいことでも挑戦してほしいな、応援したいなって思います。じゃあ髪の毛をやってで着替えてきます。それでは今日はここまでにしたいと思います。長い間動画見てくださってありがとうございました。最後にご紹介したアナルイさんのリンクを下に貼っておくので、ぜひブラックフライデーのセール見逃さないようにチェックしてみてください。それでは今日も大好きな皆さんが笑顔で過ごせる一日でありますように。また次の動画でお会いしましょう。またね。